ちは。銀座成功堂斉藤久志です。日本刀の美、今回はコミック刀シリーズで有名な鎌田公子先生をお招きして、作家の先生の視点からの刀剣の魅力などを伺っていきたいと思います。また鎌田先生は作家活動以外にも刀剣の講演、イベントなどさまざまな形でご活躍をされています。そんな鎌田先生が考える日本刀の魅力、そして未来などさまざまなお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、先生お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。以前からですね、現代刀匠の河内一平さん、それから研ぎ師の玉木ジョージさんですね、お二人から先生のお話を伺ってまして、お二人の本棚ですね、あそこには先生の作品がこうきちっと並んでて、私もそこでこう先生の作品を少し見せていただいたりしたんですけども、あと以前にですね、この YouTube で長野の鉄の展示館、あちらで二次元 VS 日本刀展を取材させていただいたんですけども、その時にも先生の作品拝見させていただいて、こういう表現の仕方もあるんだなという、すごい新鮮な、このなんていうんですかね、衝撃つか感動があったりしたもんですから、ぜひ一度先生にお会いしてみたいなと思ってまして、今日は本当に楽しみにしていたんですけども、先生のこの、シリーズのこの刀ですね、これ刀剣界でも有名で人気なんですけども、先生このシリーズ全21巻ですね。もうすごいロングセラーで、そもそもこう出されるきっかけというか、先生その刀との出会いですとか、なんかそんなところをちょっとお話しいただけますでしょうか。よく聞かれるんですけど、なんかたまたまですね、ホラーの話を読み切りで一本書いてくださいっていう依頼があったんですね。小中学生の子がこう楽しんで読むようなホラーばっかり集めた漫画があって、漫画雑誌があって、お仕事をもらうのはとっても嬉しいんだけども、ホラーって何を書いたらいいんだろうって。でも私自身があんまり怖いホラーは好きじゃなかったんですね。なんか後味のいいホラー漫画を書きたかったっていうのと、その下書きみたいな形でいくつかストックがあったんですけど、その中に流しの研ぎ師がつまりいろんなところに行ってその刀を研いで回るっていうそういうシチュエーションでその錆びた刀を研ぐとホラー的な事件が解決するっていうお話を書いたらいいんじゃないかなと思って、もう欲も何もなくて一つの話書けばいいやと思って、もうポンと書いて出したら、なんか意外とアンケートが良かったらしくて、で連載にしませんかっていうお話をいただいたんです。で日本刀の漫画書いて誰が読んでくれるのかなって、なんか反応ないんじゃないかなって思いながら、私も編集さんもどうなんだろうって言いながらこう書いていたんですけど、そしたら意外とアンケートもたくさんいただいて、読者の方は意外と、20代から40代50代とかいうOL さんとか主婦層の人とかも結構見ておられて、で幅広いんですね。そう意外とね、ターゲットよりはガンと上の人が読んでて、もうあえてその刀に興味がなくてもなんか漠然となんか日本刀が身近になればいいかなって、漫画ってやっぱそういうものかなと思うんで、当然刀が出てくるんですけども、それを描かれるにあたってですね、いろいろ本当に先生ご苦労ですとかいろいろあったんじゃないかなと思って、実際に勉強しようと思って書籍を買ってもなかなかとっつきにくい、まるで頭に入ってこないという、なんか見事なぐらいに難解な分野っていう印象があったんですね。例えば資料があったとしてデッサンを撮るんですけど、写真置いてるのにその刀っぽくなっていかないんですよ。この切っ先のところで、もう抱え込んじゃうみたいな。でしのぎ筋の線なんかをつい真ん中に描いてしまうんですね、刀の。なるほど。やっぱりいろんなことが分かってないもんで、見た通りに描けないんですよ。横に写真があるのに。例えばお話の中で
目釘をポンと抜いたらストンとその、塚と、刀身が外れてっていうそういうシーンなんですけど、その構造が分かってないからその最初描いた漫画を見るとその外れる順番が違うんですよね。なんか唾より先に葉巻が落っこちてるとかなんかそういうなるほど、最初はそんなご苦労から始まったんですね。よくいろんなところでこう取材ですとか、なんかいろんなところにもなんか行かれて刀剣会のこう交流というか、文化社の担当さんがいろんなところに本を送ったらしくって、それでそこ中に全日本図書会さんが多分博物館になんか送った本を多分見られたのかな。それで全日本図書会さんの方からちょっとご連絡いただいて、でそれで取材させていただけるってことになったんですね。そうだったんですね。研修会とかやってらっしゃる時に写真を撮らせていただいたりして、その刀鍛冶さんのこう動きとか、なんかどんな風にこう体を動かしているのか、どんな風に土を振っているのかっていう写真を撮らせていただいたんですね。で、それ自体はその取材させていただいてめっちゃありがたかったんですけど、で夜一緒にねこうご飯食べたりするじゃないですか。でその時に、いや日本刀の世界なんかもう若い人とかに全然こう愛刀家の人いなくなるからね、そうですね。もう未来がないよみたいな切実な本当に問題ですよね。これは今言っていいのかな。いや未来がないよとか現実ですからよく言われてたんですね。で私は読者さんたちからすごく刀の世界面白いってたくさんいただいてたんで、私はその職人さんたちに「いやそんなことないです」って言って「いやもうすごい魅力のある世界です」って言って、私がやっぱり最初に調べたいと思った時にやっぱこう硬いものしかなかったから、そのなんかつながってない、はしごがなんかかかってないだけじゃないかなって思うんですよねって話をして、じゃあなんかこうもっと一般の人に分かってもらうアプローチとして同人誌作りませんかっていう話にで、じゃあコミケに売りに行きませんかっていうなんかそうコミケに行こうみたいな話になって、でなんかその時にこうできたのがこの「鉄の命」っていうこう薄い本なんですけど、世に言う薄い本で、そこでこう図書館さんのこれなんかこう久保さんの刀とか、あと木村東照のイケメン東照図鑑みたいな、あと女の人がこう刀を持ってる写真を撮って、とにかく私がなんか最初に感じていたなんかお堅いでなんか近づきがたい怖いってなんかそういうものをなんかもう自分の中で回収したかったんで、でこうなんか柔らかいものを作って、あと自分のオタクの友達とか、もうコミケ大好きな友達とか、で秋葉原で仕事してるその友人とか、でみんなで一緒にそのコスプレ用のこの写真を撮るために刀鍛冶さんの工房に行って鍛錬を実際見学したら、もうみんなもう目がキラキラになって、それはみんな喜んで。だからゲームの世界でもその漫画の世界でもアニメの世界でもみんなキャラクターは何かその剣とかそういうものを持って活躍はしてたんですね。ただそこと実際の刀を作ってる人とは全然結びついてなかったみたいなんですね。なのでこっちの世界とこっちの世界がちゃんとつながったらすごくいいんじゃないかな。そうですよね。今実際にその刀剣乱舞っていうようなこうゲームの人気で、今裾野がものすごく広がってきて、私はX とかでこう見てると、刀を買ったっていう人がもう続々なんか現れていて、ありがたい。熱は割とじわじわこうなんかこう燃えているような感じがしますね。ですからそこは我々は大事にね、そうなんですよ。お手伝いさせていただかないといけないですね。それと作家活動の他にですね、講演会であったりとかイベントですね、ご活躍されてますけども、これはどういったことから始められたんですか？なんていうか、職人さんご自身で何かお話になる時ってこうやっぱ自分の技術とか刀のこう連邦であるとか
そういう割と硬い系のお話に多分なりがちかなと思う。もうごくごくなんていうかこうスタンダードなっていうか正しい情報をきっとお話しされると思うんですけど、例えば私がそこにこう絡むとなると毎回その刀作り成功しているわけじゃないんですよねってお話を振ると「いやそうなんですよ10本作ってもなかなかいいのがなくって」みたいななかなかでもそれ聞かないことですからね。そうなんですよ、はい、でこの前もやったんだけどなんかうまくいかなくてとか、はい、研ぎ師さんなんかもその砥石を見る目がまるで恋人を見るかのような目でうっとりと砥石を眺める職人さんとかいらっしゃるねみたいなことを言うと、そうなんだと見る人は砥石ってそんなになんていうのか愛情傾けられるものなんだっていう発見があると思うんですよね。そうですね、ただの道具じゃなくて、はい、もうそれがいかになんかこうこの滑らかさとこのこう刀に引けを作らないなんか石があってこの石があってでたくさん買ってもその中から使えるのわずかしかないとか 10振り打ってもそのうち何振りかしか使えないみたいなそういう困ったお話っていうのが意外と面白くて人間的な側面が、出てくるので、で私は何か講演でなんかそういう場をいただいたら職人さんと一緒に話する場を設けていただくのも結構好きですし、あとその最初の頃って、博物館に行ってもちょっと職人さんのところ取材させてもらったとしてもやっぱ周りが男性っていう環境がすごく多かったので皆さん優しくしてくださってもふってこう疲れることが、昔はそういう意味では、ね、本当になんか男社会、みたいな相撲の世界じゃないですけども、なのでもうちょっとこう女性増えるといいかなとかで、私自身がそうやってこうちょっと緊張するからやっぱりその好きな女性の中でやっぱ好きな人がいたとしても緊張するんじゃないかなと思って「お刀女子会ってちょっとやらせてもらっていいですか?」ってお願いしたら OK 限定20人とかで職人さん来ていただいてでそこで刀の話を直接職人さんから聞いたり質問したりで間に絶対ティータイムを挟むっていうようにして、その時はテーブルでみんな おやつをつまみながらリラックスして話をできる場っていうのが、私はなんか理想かなと思って、でやらせてもらってました。であと明珍当主のところで、墨切り体験やろうっていうんで X、ツイッターとかで呼びかけて結構女性が集まって刀鑑賞したり、墨切り体験したりして職人さんの下でちょっと緊張感も味わいながらも、鍛錬所のこう墨の香りとか、その炎の温度とか鉄の叩く音とかそういうのを実際に体験するっていう場をやらせてもらいました。なんか年に1回ぐらいは自分でなんかそういう風に開いてやってみたいなと思って一応今年も計画してることはあるんですけどじゃあファンの方はその情報を楽しみに待ってらっしゃるんでしょうね。かもしれないですね。また特にこの先生の作品、この刀シリーズですね通じてファンの皆様のこの反応、この刀というのをどういうふうにこう捉えて感じてらっしゃるのかな。私の漫画の中でその主人公のアキラという高校生がこう錆びた刀を研いで刀の魂魄が錆を落としてあげることでかっこよくなって持ち主を守るその本能に目覚めていくっていうようなお話をこう書いているんですけど、なんかそれをこう読んでくださった読者の方がやっぱりその刀ってなんかそのかっこいいすごいなっていうだけじゃなくって愛着の持ち方っていうのがこうちょっと独特になってくると思うんです。錆をちゃんと落としてきれいに仕上げると喜ぶんだっていうなんか人と同じようなその見え方にこう視点がこう変わっていくというか、私の読者さんでたまたまこう知り合った方からなんかお話聞くとでその後やっぱいい刀に巡り合ってそれをお迎えしてしたとか、あとご自分のお家に刀があったんですけどやっぱそれをこう研いであげたいっていうその綺麗にしてあげたいっていう
だから研ぐのも結構お金かかりますよね。まあもちろんそうですね。それこそそれ出しても綺麗にしてあげたいっていうふうに思ったりとか、その新しく読者になってくださった方で漫画読んだ後にご実家の倉庫から刀が出てきたっていう、そうなんかやっぱりこうそういう情報を入れるとなんか自分の周囲にあるなんか刀事象が動き出すみたいなところがあると思うんですね。はい、なんか親から刀譲られたりとか、はい、だから先生のこの漫画を描くこの内容のコンセプトはやっぱりみんながこうハッピーに幸せにその刀を通じてっていうことですから、きっとこの本を読まれた方にはみんなこうハッピーが訪れるんですね。そう思いやすいかなって、だから以前はその博物館とかでね、私も刀を見てるとこうカップルでね刀を見に来たりすると女の子が「ねえねえこの刀って人を切ったの?」みたいな必ずやっぱり展覧会でそれを言う人がいますよね。なんかやっぱそういう観点でしか刀ってこれまで語られてこなかった。テレビでも、そのチャンバラシーンでしか刀を見る機会がなかったっていうのがどうしてもその情報としてそれしか与えられてないっていうのがあって、でも実際にその刀のことを調べてみたりすると、もちろん戦にも使ったけれどもその名刀って言われるものがたくさんあって、その刀を手に入れてで夜な夜な綺麗だなと思って眺めてるっていうその歴史のことって全然知らないわけで、江戸時代なんかも大名のその最高ランクの贈答品であったっていうことも一般的には知られてないじゃないですか。ああ、そうかもしれないですね。だから刀を見て怖いもの危ないものっていう発想がそうじゃなくって感情移入できるものなんだっていうふうに多分変わってくださるっていうか、なんかその人たちと仲良く一緒に歩んで育っていくようなで、やっぱそうやって大好きになってもらう、刀のことを大好きになってもらって、刀を作る人も携わっている人も大人気の方になっていただけるといいかななんて頑張ります。ありがとうございます思っております。はい。どうも本当に先生、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。日本刀の美、今回はいかがでしたでしょうか。鎌田貴美子先生の刀シリーズを通じて私も新たな刀の楽しみ方を発見しました。先生の言葉でもっと刀と仲良くという言葉に感動いたしました。そして先生は現在22巻目を執筆中で、今から私も楽しみです。本日はありがとうございました。